そろそろ来られる時間かな。いらっしゃいませ。スナック京子へようこそ。やっとな。来れましたよ。なんかいつの間にかスナックオープンする感じになってていや、そう、マスクをねしなきゃなんですけど、はい、一応ねちゃんとこうやって飛沫対策にアクリル板がこうでっかいのがちゃんとこうありますので、もしよろしければ、はい、マスク取っていただいてでお話しさせていただければと思います。何飲まれますか？じゃあハイボールください。ハイボール、はい、はい。ありがとうございます。ママもよかったらどうぞ。ありがとうございます。ママもいただきましたので一瞬入れてくれないはい、大丈夫です。はい、同じですもんね、角杯な。はい、ありがとうございます。いやちょっとそうなんですよ、すごいちゃんとしてるでしょ、いい感じの。かっこいいっす。これもコードフォージャパンの色に合わせて赤にとありがとうございます。気を使ってそうなんですちょっと合わせてみました。そう、だから仕事の話ってあんまり、もうね、もともとだからコミュニティ、ジオメディア系のコミュニティとかオープンソースなコミュニティとかでどれぐらいだろう、多分10年ぐらいは一応知ってるだと思いますね。喋ったことそんなあるか分かんないけど、知ってるのは知ってると思う、多分。でも今って肩書きで言うと、コードフォージャパンの代表理事関さん、あとジオリパブリックって、ジオメディア系のシステム会社をやってる代表っていう、なんかそのイメージがすごいあるけど、もともとからもだから、例えば学校出てからとか、仕事始めてからとか、ずっともうそういう感じのことやってたんですか？いやいや、僕はもう全然なんていうか普通のサラリーマンで、もうそういう感じが全くないけどね。社会課題とか全く興味のないですね。マジで？はい、そうなんだ。そうなんです。僕普通にもう大学を中退するぐらい、不真面目だったので、卒論に社会課題とか書いてそういやだけどね。全然ですよ。そうなんだ。バンドマンでしたから。そっかそっか、そうだった。そう、最初はそのイメージ強かったんだわ。そうなんですよ。そっか。じゃあなんでその経歴的に、はい。あとおつまみもちょっと今日はね、そう、関さんが甘いのお好きかあれなんだけど、ちょっとこうお酒が入ったこうちょっと甘めのチョコレートを見つけちゃったので、いや、なんかスナック京子おつまみのセレクトが悪いって初回でだいぶね今日のやつもそこそこ食べにくいかもしれない。ありがとうございます。そう、よく考えたら、生チョコみたいなやつって、多分ね、歯にココアがつくかも。それがずっとついたままだからちょっと綺麗にちょっと食べてもらって。わかりました。ちょっとね、大きさでっかいかもなんだけど、そう、これもなんかこうちょっとね、ビールの形。本当だ、ビールだ。そうなんです。なんかね、ビールを練り込んであるんだって。なんかそういうのをちょっと見つけちゃったので、はい、ぜひ。ありがとうございます。じゃあ改めて、はい、乾杯。スナック京子へようこそ。こうやって飲むのもそんなないよね。いや、もう全然ないっすよ。そう、機械もないし、関さんと飲むのもそんなないから。いや、もちろんね、そのイベントの打ち上げとかでは一緒のグループだったとかはありますけど、そういう機会もそんなに大体いなかったもんね、帰ってて。そもそも僕そんなに打ち上げ長くいないですね。そうだから私がこう片付けして参加したらもういないとかそんな感じだったかも。なんかあんまり飲み会で、イベントとかの後とかでも一緒だったりとか、あと私もなんか関西から東京来てたりとか、また早く帰んなきゃとかもあったりして、あんまなかったかも。だから今日は本当にちょっと珍しい嬉しいですよね。だからぜひなんかこうどういう形で今のね、なんか仕事っていうか、それこそ今だともう社会課題ど真ん中な感じでしょ。なんかそこに、行くまで、バンドマンだった時から、そうね、僕職歴だともう本当十数個あるので、いちいち言っていくと長すぎちゃうんですけど、基本的にはずっとエンジニアで、僕はバンドが好きで、バンドができるために一番その時間早く帰れる職業としてエンジニアを選んでいて、でたまたまそれがインターネットのそのブームに
重なって、うんなんかインターネットメディアのそのスポーツ系のポータルサイトとかですね、スポーツナビっていうんですけど、それとかですね、音楽系のその頃着メロっていうのがあったんで、モバイルで音楽配信するみたいなそういうことをやっていたりとかで、あとは広告配信の会社で、そのシリウステクノロジーズっていう会社なんですけど、そこで位置情報系広告配信システムみたいな、これはやっぱすごい面白いと、スマホがまだその頃ない頃ですけど、いわゆるガラケーでもその GPS が必ず搭載されるっていう風になって、いろんなサービスが出始めたんで、これはなんかすごいインターネットをさらにこう面白くするって思って、でそれでそういう位置情報の関係する会社に入りたいと思って、そう初めてまともにその面談をして入ったのがそこの会社なんですよ。それ以前はずっと知り合いの紹介とかだったんですけど。確かになんかベタな感じのエンジニアとしての最初のスタートではあるけど、今だからだけど当時その GPS 使ってだったりとか、やっぱインターネットの広告系とかって、なんか今だったらね普通な感じ、インターネットっていうかウェブ系のエンジニアだと普通な感じだけど、なんかその当時ってそこまでまだないよね。システム開発しようと思ったらもっと機関系のだったりとか、金融系だったりとか、そっちの方でネットでの何かみたいなことってまだ新しかったでしょ。そうですね、今でこそバックグラウンドで GPS 取れるけど、だって GPS 送ってから数十秒待って初めて GPS が取れるってそういう時代でしたからね。ですよね、こんないろんなところから、GPS が取れたり、もしくはBluetooth だったりとか、いろんなもので自分の居場所みたいなことを把握するみたいなことって、昔そんななかったですよね。なかったですね。しかもその当時だとやっぱり走りな感じ、どんなサービスだっただろう。でも地図系やっぱりその頃やっぱりいわゆるお店を探すっていうのが多かったですよね。グルメサイトとかで近くのお店が分かりますみたいな。でその頃から一芸って言われるですね、位置情報を使ったゲームはあったんだけど、まだまだやっぱり一般的ではなかったんですよね。私もキョーポンとかでやってたそう伝説の、ね、何やってるかも分かってるけど、そうキョーポンでやってたね、いただきます。そっか、いやなんかやっぱり GPS 使ってとか、本当今だとね一芸とかって、今はもう一芸も言わないのか。もう一芸っていう言葉自体あんまりないですよね。そっか、なんかそういうのがいろいろ出てきた後に一芸ってあって、本当に出張族な人とかバス乗ったり新幹線乗ったりしながら、もう本当全国各地で、とりあえず GPS でこうゲットするみたいなのっていろいろありましたよね。そっか、ジオメディア系のコミュニティとかでもやっぱそういう人が来てくれて、割とこう一芸対決じゃないけど話をしたりみたいなこともあったね。そうですよ、そう本当に面白い時代でしたよね。新しいいろんなサービスが生まれていったので、確かになって、プログラムコンテストとかでも、なんかまだ私たちがこう出してた昔の時って本当にもう地図の上に何か載せて、それこそ焼肉屋さんだけを検索できる地図を作って焼肉マップっていうので一つのもうサービスだったり、それすらプログラミングしないとできなかったけど、今なんて BI ツールとかで普通にマッピングできたりとか、JavaScript でライブラリとかもいろいろあるからCMS とかに載せて地図でこう見せたり、ポリゴン見せたりとかもいろんなことできちゃいますよね。そうですね、マッシュアップって言葉が流行って、で Google が API とか出したりして、本当に地図に関連するサービスっていうのが格段に作りやすくなって、でそれで iPhone が出てきて、ついにバックグラウンドで GPS 取れるようになったって言って、本当にそこから爆発的にね、いろんなサービスが出ましたよね。いやマッシュアップアワードとかのプログラムコンテスト、私も出す側としてやってたりとか、でも作った人たちが今だとGoogle なのかな、藤井さんとか、あとその時まだサンマイクロシステムズとかで今リクルートさんに行って、NPO とかなってるとかなってるけど、なんかその辺の人たちが集まってやっぱコンテストやってる時って、本当にそのマッシュアップ、どっちかというと音楽用語だったマッシュアップって言葉が、プログラミングの世界にも来て、もう API って説明するだけでも周りに大変で、そうだねだから私新聞の記者さん、新聞の記者さんと結構喧嘩になって、サービスをね載せてくれるってなったんだけど、
API って言っても分かんないから、日本語にしたいと。うんでいや日本語にしたらもっと分かんない、うんこれは分かる人に分かってほしいのに API で書いてくれないと困るって言って、はいじゃあカタカナにするって言われて、いやもっと分かんないってカタカナで API かそうだからそれを言って、そしたら他のメンバーから「いやちょっと心象悪くなるからもっと穏やかに話してほしい」って言われたけど、いやこれからはそういうのカタカナでやっぱそういう用語でも一般的にもっともっとなっていくから、うんうん API は API っていうアルファベットで書いてほしいんだって言ってもう電話ねその時そんなのすごいあって、うんでも全然通じなくて結局カタカナの API なるほど確かねそこに折り合いつけた感じなんだけど、いや今こんだけ普通じゃないですか、API 出すって普通のうん一般の、エンジニアじゃない人からも API でやりましょうみたいな聞くようになったけど、はいはいその当時そんなに API って普通じゃないですよね。そうですね、そもそもそういうその自分たちの計算リソースを外に API で公開するということ自体が、ねすごいなかったことですもんねでしたよね。やっぱなんかそうだってなんでそのデータを、そこは私ももともとデータに関わるようになったきっかけではあるんだけど、自分たちが作ったデータをなんで公開して、しかもオープンデータとかいう概念まで出てきて、なんでそんなことしなきゃいけないんだって、そんなお金もらってないけどみたいなこともあったりして、でもやっぱり自分も関わってたオープンソースってやっぱそういうもんですよね。もう自分たちで価値を作っていくしかない。オープンソースとオープン API みたいなのまたちょっと違いますけど、その Google がやっぱりこう無料で API で地図データを公開したことによって、その日本も含めた世界のこう地理情報業界っていうのがもう激変しましたもんね。もうざわわすぎましたねあれはね。それまでは地図のデータを売るっていうのが商売だったのに、その上にアプリケーションを作ってそれのトラフィックで稼ぐみたいなモデルっていうのはもうやっぱなかなかね日本でから生まれなかったっていうのはね象徴的ですけどね。やっぱなんかそれに関わって最初にも本当たまたまなのかな、こう仕事していく中で、それとももうなんかGPS ってこういうのがあるぞって言って、そっちにこう行きたくって、そのシリウス入ったりとかしたんですか最初。そうやっぱ最初はやっぱ GPS 面白いっていうことがあったので、GPS を使ったサービスをやりたいっていうふうに入って、で結局シリウス入った後にその結構その広告配信サービスって媒体が必要じゃないですか。まだその頃媒体あんまなかった。そうなんだ。でまだその GPS 送ってまだ数十秒待つぐらいの世界だったので、その媒体数が必要だってことになって、でそれで勉強会をやろうと、もうフリーカンファレンスをやって、その位置情報業界を盛り上げようみたいなことでそのジオメディアサミットっていうのを立ち上げて。そうなんだ。そうなんですよ。ジオメディアっていうのも勝手にみんなで作った造語なんですよ。日本でしか通用しないっていう。そうだよね。今ではジオメディアって言葉自体あんまりなくなってきましたけど、そうジオかけるメディアだと、それ以前はね GIS とか言われてたんですけど、なんかそういうことではなくメディアサービスが必要だからその盛り上げていこうぜみたいな感じでそういうコミュニティを始めたっていうのが結構今につながってきてるかなって気もしますけどね。なんかよく自治体さんとかから GIS とジオメディアどう違うんですかっていう問い合わせとかねもらってた。いや適当に作ったらどうなんですけどみたいな。やっぱジオメディアって言葉はその GIS 業界ってやっぱもう古いじゃないですか。その測量だったりとか本当いろんなリアルな地図の業界から、それがデータに発展していくまでってなんかすごくこう老舗な方たちがやってる中に、Google だったりとかっていうところがこうドンと飛び込んできて、ここ老舗とこうベンチャーの、結構対決は私時代はすっごい一番楽しかったなと思ってますけど。面白い。ああいうふうにこう業界がガランと変わるところに立ち会えるっていうのはすごく面白いですよね。そうインターネットできた時もそうかもだし、なんかそのジオメディア系のその古い業界と新しいところがやっぱなんかこうお互い認め合わなきゃいけないんだけど、なんとなくバチバチしてる時もあったじゃないですか。なんか辺の時のコミュニティに参加してるのがなんか一番本当楽しかったの。確かにそう何か変わっていく時ってことなんですね、あれがね。
でもそれまではコミュニティっていうのはいろいろやってたんですか？今でこそ IT コミュニティたくさんあるし、はいまあ、関さんそういうなんか象徴な感じもするけど、やってたというよりやっぱ参加する側うん、でしたね。ありましたいろいろコミュニティって呼ばれるやつって。いろいろありましたよ。僕一番最初にうんコミュニティデビューしたの今でも覚えてますけど、うんゾープっていうのがありまして、はい CMS なんですけど、はいそれで社内で使ってたんですね。へえ。で、勉強会があるっていうから、うん勉強会に応募したんですよ。うんうんでそうした時にうんライトニングトークやりませんかって言われて何ですかそれプレゼンなんですけど、いやいやそんなと、いやちょっと使ってるだけでそんな人前で話すようなことじゃないんですけどって言って、ちなみにこういうことやってるっつったら、いや大丈夫です5分だけですからって言われてで多分面白いんで話してくださいって言われて話したんです。めちゃくちゃ緊張して話をして最初に参加した時。そうすごい、それは緊張する。でもそれでこういろんなこうフィードバックをもらって、ですごい楽しかったって思って、そこから結構いろんなオープンソースコミュニティに参加して、そのゾープンのやつ勉強会行ったりとか、あと OSC っていうですね、イベントとかに出ていろんなこう人と話をしたりとか、ブース出すの手伝ったりとか、そういうようなことをやってましたね。そっか。いやなんかコミュニティでなんかジオメディア系のやつを立ち上げたのが本当最初なのかなと思ってた。もうなんか参加者でいるイメージがないもん。主催してそうなイメージしかないもん。いやいや全然です。OSC があの中になんか組長とかと一緒にいる感じしない。いや普通に参加者でいましたよ。そうなんですね。じゃあもう自分で立ち上げてみようって時にもある程度なんかコミュニティってこんな形でやっていくんだなとか、その辺のところはもう知見っていうかあったんですかね？いやそんなことは全然なくて、うんそもそもなんかああいうコミュニティをやろうっていう感じでもなくですね、ジオメディアサミットは技術系コミュニティでもないんですよね。なんか最初は単なる飲み会だったんでそうなんだ。業界を盛り上げるっていうことで、別に技術的なトークもしますけど、それだけじゃなくてやっぱこうメディア業界なので、当然こう非技術者もすごく多かったんですよ。で3つ条件をつけていて、オープン、中立、交流重視っていうので、やっぱいろんな業界の人が集まるんで、特定の例えばシリウステクノロジーのためですってやったら、その競合は来れないじゃないですか。そういうのはやめようということで、そういうのもオープンの中の一つとして、中立っていうとこね、中立でオープンに情報を話しましょうと。でただやっぱこうそのオフレコのこととかもあるんで、そこは紳士協定で交流重視の場で飲みながら話しましょうみたいな話をしていて、すごく盛り上がったんでよかったんですけどね。じゃあもう本当は会社の中からの勉強会ぐらいのイメージというか、本当そこの中で知ってる人来たらいいよぐらいのところが最大でどれぐらい？結構でっかくなってますね。そうですね、最大で多分300人ぐらい集まる場になったと思うんですけど、最初は本当に位置情報、いわゆるこう緯度経度をつまみに酒を飲める人たちが集まろうみたいな。いや300人になっても変わってないけどね、そこ。そういう濃い飲み会だったんですよ。新年会だったかな。でそしたらなんか5、60人集まっちゃって、すごい密な状態になってたんですけど。いや大体いつも濃い。これは面白いからもうちょっと勉強会っぽくやろうよみたいな感じで始まった感じでしたね。じゃあその当時もシリウスさん以外にもやっぱシリウスさんってなんとなくこう老舗なイメージすごくね、ベンチャーの中でもイメージがあったけど、他にもやっぱそういうことをやってらっしゃる方っていうのはたくさんいたってこと？いやたくさんいましたよ。マピオンとかですね。そっかそっか。そういろんな会社から参加して、面白かったですね。そっか、そうだね。そっか、その辺の人たち確かにその、ジオメディア系で知り合ったり、そうですよね。ジオメディアサミットはどれぐらいの期間やってたんですか？多分10年は経ってないぐらいなのかな。でもそんな長く、そっか。6、7年ぐらいなのかなと思うんですけどね。そっか、じゃあ長い。いやだから関さんがこうジオメディアサミットの、代表辞めるってなった時にやっぱなんか辞めるって関さんから発表が多分あったわけじゃなくって、それかもっと狭いところで発表はしたのかな。一応ねなんか発表しましたよ。なんかのカンファレンスで
関代表辞めるってよっていう。そしたらなんかこうだんだんそれが噂で、なんか関代表辞めるって言って、ちょうどね映画で同じようなのがあってね、何々こう部活辞めるってよみたいな、本当あれと一緒で実際のとこどうなんだみたいな感じの噂がこうわーってきて、でとりあえずなんか次のジオメディアサミットは顔出しとかないとなんか引退式なんじゃねえかみたいな本当にやめんのでもやめないでしょうみたいなのがざわわな感じで、こう本当こう波のように来てましたねそうでしたかいやだからその時の、私その時にそんなに関さん喋ったことあったかわからないんだけど、関さんっぽいなと思ってなんかどこで言ったかわからないけど、やめるってよみたいなのが噂にこうなっていく感じで、多分本人にもそれ伝わってるはずなのに、じゃあどっかでなんかまた言うとかじゃなくて、とりあえず噂がずっと広がっていくみたいなのがなんか超ウケるねっていうのをみんなで言ってたのすごい覚えてる、ね、そうなんですか。それでどこでやったのかな、なんかお台場かどっかで。そうお台場のね技術会系の展示会の中の一コマの発表があったんで、それもでもね結構経ってたんで久しぶりだった気もしますけど。いやもうその時はね、もう関代表辞めるってようが、もうそろそろもう大体こう触れ渡ってた後ぐらいで、そっかそうでそこに行くと発表するのが発表する前から知られてたってことなんですね。多分だからなんか辞めるってようで、なんかそこに行くと発表すんじゃねえかって言って、お台場遠いなって言いながら行ったもんそうなのかで行って発表なかったのかな、いやあったか、いや多分お台場でやったんだと思いますよ。人がこうやるよみたいなのがあって、でもすごいさらっとなんかなって、でとりあえずなんかどっかの河川の地図見ながらの話で、みんななんかそっちの方がすっごい盛り上がっててなんでこれで盛り上がって酒飲めるんすかねみたいなことをみんなで言ったり、ちょうどなんか OKGoogle が誰かが海外から持って帰ってきたやつで発音してもみんな OKGoogle 聞き取ってもらえないみたいなのがあったりとか、なんかねそういう本当にギークな集まり、いやさっき技術者じゃない方とかも来てたって言うけど、そういう人もなんかちょっとテックな場に触れられるっていうか、私もバリバリ技術者では全然ないけど、位置情報で何かっていうと、やっぱサービスとしてイメージがつきやすかったり、当時はやっぱこう位置情報と何かっていうものを掛け合わせたものが新しいサービスとして形になってたから、なんか入りやすかったもあるんですよね。そうですね、なんかやっぱその当時はまだねジオっていうのが主役になり得たというか、組み合わせることでサービスが変えられるみたいな時代だったんですけども、今や当たり前なんでわざわざ言わなくてもいいみたいな形になりましたよね。それはベースだし、なんかこうジオデータみたいなことをデータと区別して言ってたけど、もう位置情報がついてないデータをネットの中で扱ってる方がもはやなんか難しいぐらいの感じで普通になってますよね。そうですね。そっか、やっぱなんかジオメディア系のところから、じゃあこう、最初のきっかけ的な感じで、エンジニアはねもともとされてたんだろうけど、だんだんそっちのいろんなこうサービスこうやってる中で、その社会課題っていうところに行ったのは、なんかこうどっかの転機っていうかきっかけあるんですか？これはねやっぱりこれもらっていいですか？東日本大震災ですよ。やっぱ震災インフォとかその辺の活動っていうか、それ以前は全く興味なかったわけじゃないんですけど、多分普通の人と全く変わらない感じ。なんかやっぱ普通だったら普通に生きたら世の中に役に立つことをしたいとか思うじゃないですか。でも積極的に何かやろうっていう感じではなかった。ちょっとだけ思ったのは、子供生まれた時にあまりにその子育てに関する情報とかってネット上にまだまだ足んねえんだなっていうのは思って、でそれなんかできないかなとかいうふうに一応課題をもうちょっとリアルに捉えられるようになったっていうのが震災の1年前かだったんですけど、そこの中で東日本大震災がバーンと起こって、で広告配信やってたじゃないですか。広告配信サービスがその時全く必要のないものになったんですよね。広告ヤフーも広告止めてたし、なるほど。それどころじゃないじゃないですか。で
まあ端的には仕事がなくなったわけです、やることがないみたいな。でそんな中で震災インフォっていうですね、オープンソースのソフトウェアを使った、いわゆるクラウドソーシングの情報集めみたいなのに関わることになったんですけど、やっぱその経験が大きかったですよね。それはやっぱこう自分が、ジオメディア系でこう培ってきた技術とか、そういったところがこう役に立つんじゃないかなっていうような、そういう気持ちがやっぱきっかけですか？もうなんていうかね、あれはたまたまオープンソースコミュニティに関わっていて、オープンストリートマップというコミュニティに関わっていて、で、震災が起きて、すぐに家族とかの、安否は確認できたんで、じゃあどうしようっていう時に、みんなでヤフーってその当時ミッドタウンにあったんですけど、ミッドタウンの裏の公園に避難をしていて、でニュースとか見ながら、これなんかすごいことになってるなという中で、その当時オープンストリートマップの代表をしていた三浦さんっていう人がですね、メーリングリストにこうメールを送っていて、今こそ何かできることを考えましょうみたいな、そこでパーンってスイッチ切り替わって、で他の人とかが、今一緒に会社やっている東さんっていう人が、その前の年に、ハイチで使われたこのオープンソースを使えば日本で同じことができるんじゃないかって言って、それはやってみたいって言って、そこからもうみんなもうとりあえず一旦みんな帰宅しなさいってことになって、僕歩いて家に帰りながらそのメールをこういろいろやって、で帰ってきた後はもうずっとコーディングをしてるみたいな、そんな感じのきっかけで、それがだから別にこうよしっていう感じでもなく、こうもうなんかたまたまやれることが目の前にあったからずっとやってたみたいな感じで、それがいつの間にかこうだんだんとこういろんなことを知りたくなって、で今に至るみたいな感じですね。いや、あの時の OSM、 そのオープンストリートマップの、界隈とか、もう寝てんのかっていうのとすごいスピードでいろんなことが、もういろんな人たちがいろんなことをコミットして形になっていくっていうのがもうババ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 見えて、何これって誰がやってんのみたいな、やっぱあのムーブメントっていうのはもうすごいインパクトあったと思うんだけど、やっぱりこうやってる関さんたちからしてもなんかすごいこう変わっていくというのか、なんかそれまでにも例えば私は阪神大震災とかも被災をしてて、本当に情報が何もなくって、一応あの時でも新聞社とかにはインターネットがあったりとかいろんなことあったんだけど、一般の人には何にもそんなことなくって、何が起きたのか私本当自分の家のマンションの屋根が落ちてきたぐらいにしか思ってなかったんですよ。でもガス管が破裂してたりとか、もうここにいちゃダメだみたいな状態になって、でもどこに行けばいいのかも全然わからなかったりとか、本当そんな情報がないっていう中で東日本大震災っていうのをまたこんな大きなことが起きたっていうのを見て、でもその時の情報の伝わり方っていうのがすごく早くて、で私ちょうどシカゴにいたんですよね。ドゥルパのカンファレンスがあって向こうに行っていて、でちょうど着いた時だったんですよ。で着いて23時半、ちょっと前ぐらいにもう夜中着いて、安い便で行っちゃったから夜中着いて、で食べるものもないし、でもちょっとホテルの1階のレストランが開けてあげるよって、もう何もないけど簡単なのでいいんだったらって言って、で w i f i とかあるしみたいに言ってくれて、繋いだ途端に10分ぐらいしたら揺れた揺れた揺れたってなって、そうだった。何これってなって、でとりあえず部屋戻ってテレビつけたらもう海外だったから、もう情報がバンバンもう爆発してる映像だって出てるし、と思ったらこっちでなんかこうもう番組をどっかの学生、多分中学生か高校生ぐらいの子がネットでニコ動だったのかツイキャスだったのか、なんか今だとツイキャスか昔だとなんだろうユーストとかかな、なんか何かで流し出してて、で友達の家がちょうど気仙沼の友達のお家がちょうどもう流されたところでっていうのも、ここ分かるみたいなところもあったりとかして、ちょっと待って待ってみたいな、でこんだけうわーっていろんな情報が来て、で自分が体験した昔の震災では全く情報がなくて、情報があったらなんとかなるのかなと思って自分はこういう分野の中にもいたけど、あってもどうしようもない
っていうところに関さんたちの活動でわーってその情報を形にして価値にしてるみたいなのがこうあって、なんかオープンソースの中にはいたけどもいまいちそれでこう価値を生み出してみたいなところにポジティブな発想とかもそこまでなくって、なんかもうしょうがないからそうなっちゃってる。もうだって本当はこれ作って売れたらね、そのソースコードガチガチにして売ってればよかったような世界もあったのに、もうそうじゃないところに今来ちゃっていてみたいなところもあったけど、なんかすごいできることがなんかこう頭使えばあるんじゃないかみたいなっていうなんかこう発想の転換になったっていうのは、こう自分はその場にいなかったけどもすごいあって、でしばらく帰れるのか帰れないのかよく分かんないみたいなところで情報をこう見て、だからあの時はずっとネットをもう見てなんかできないのかとかで、こう人がやっていくところにちょっとでも何かやれないかみたいな、もうそこでしか関われないので遠隔だと、っていうところに自分もいたんですよね。だからこう関さんたちの活動っていうのはすごくこう見ていて、でそういうところで出てくる事実とメディアが出してくる事実が違うっていうか、こう温度差がやっぱすごいあるじゃないですか。なんかそこのこうモヤモヤっていうかいう感じもすごいあって、だからこう PC2 台テレビでなんかどっかから持ってきてもらったホテルの人に頼んで持ってきてもらったもう一台のテレビみたいなのでずっとモニタリングしてた。そうかね、離れてるとそれはそれで不安ですよね。そうですね。だからどれが本当かよくわかんない、間違いなくこっちにボンって言ってるのが本当なんだろうけど、なんか日本の中のニュースでは死者数全然増えていかないし、多分どっかの海外のメディアが間違ってマグニチュード 8.1 かなんかをなんかミリオン亡くなった人がなんか M をミリオンみたいな形で紹介したのがちょっと誤報であったんですよ。なるほど。そんなんもこう来たりして、どういうことどんなことになってんのみたいなっていう時に、そっかこう情報というかそれを正しくデータとして出していくっていうのはめちゃめちゃ正義だなっていうのを、なんかそれまでずっとデータを出すのがどうなんだとかモヤモヤしてたけど、やっぱこれはすごく正しい、そのデータをちゃんとデータとして誰が見てもおかしくないような形に出すって、どうしたって人の感覚入るじゃないですか、どう見せたいかみたいな。それしょうがないと思ってたけど、しょうがなくないなって、そこをいかにそぎ落として見せていくかってすごい大事なことなんだなっていうのはあの時にめちゃめちゃ感じましたね。そうですね。やっぱ僕がオープンデータって必要なんだって思ったのも、やっぱ東日本大震災のその震災インフォだったんですよね。例えば避難所の情報とかをマッピングしたいわけですよ。どこに避難所があってみたいなのが、で何人ぐらい避難していてみたいなことをみんな知りたがっていたので、でそれをですね、じゃあ避難所のデータをもらいに行こうと思うとないわけですよ。でホームページとかに載ってたりしてもですね、ちゃんと住所が載ってなかったりとか、あとコピーライトされているので勝手にコピーするわけにいかないんで、そのデータとして載せていいですかっていうふうに自治体に話をしても、まず電話がつながらない。で電話つながったとしてもなんかやっぱ申し訳ないわけですよ。逼迫している電話回線をこんな許可のために使うみたいな。でも必要としてる人もいるから電話するみたいな。とはいえ質問されても向こうも意味わかんないから答えられないわけですよね。確認を誰にしていいかもわからない。でなんかよくわかんないからダメですって言われて載せられなくて、でやっぱ、これはあらかじめちゃんとこのコピーライトさえ外しといてくれればこちらであと何とでもする話なのに。だって出てるもんだもんね。向こうだって出してるつもりだったりとかするしね。そうだからそういういろんなことが重なってですね、やっぱり最初からデータをちゃんと、こう使えるようにしておくことっていうのは大事だし、それはもう緊急時にそんなことはやっぱ優先順位低くなるのは当たり前なんで、平時からやっとかなきゃいけないんだなっていうふうなことを学んだのは結構大きな体験でしたよね。そういえば98年ぐらいに初めてホームページ作った時、自分の地域のホームページとかを作って、そこに自治体とか関係なくいろんな情報を、そこ私も地元じゃなかったのでいろんな情報を知りたいと思って
で欲しい人にそういう情報を届けられるんじゃないかと思って、いろんなこう自治体の近隣自治体にこうメールを送ってデータを出してくれって言ったら、そのメール貼り出されてたんですよ。どういうこと？なんか名前伏せて、この人からこんなメールが届いて、もう不謹慎極まりないって、データを出せって、不謹慎、もうこんなの送ってくるようななんかおかしな人がいるみたいなことで、一番入り口の市役所の入り口に貼り出されてるよって教えてくれた人がいて、同じようにホームページやってる地域のやつをやってる人ってその時まだほんと少なかったから、まだホームページ作ってますなんて貼り出されてて、まあね、今そういうのを自治体さんもオープンデータすごい頑張ってるからよかったなと思うけどそんなことがでもそういうぐらいのやっぱりこうやっぱデータはね、税金を使って集めてやっぱ自治体のものだし、だからこう公開はホームページとして公開はしてるところまではなんとか言ったけども、まだまだそれは守られなきゃいけないみたいなことがやっぱりその東日本大震災ぐらいの時だってまだ強かったですよね。そうですね。意識的にね。やっぱその後やっぱだんだんとオープンデータ推進っていう国の政策にもなっていって、まあ東日本大震災は国にとってもやっぱそういうデータ公開の意味では大きかったですよね。変わりましたよね、そこからね。じゃあその活動からこうコードフォージャパン立ち上げみたいなところにこう関さんの中では動いていくの？そうなんですよ。でそのやっぱなんかこういろいろ使われたんですね、その震災 .info は。まあそこそこページビューもあったし、まあ、実際にボランティアに行く人が、情報を仕入れるのに、バッと把握できるんで、すごく便利ですとか言ってくれたんですけど、結局2つぐらいあって、1つはさっき言ったように平時からちゃんとやっとかないと、また次回同じようなことをゼロからするの意味ないよね。多分そうなるよね。でもね、やっとかないとね。であとはやっぱその新聞社とかですね、ローカルメディアみたいな人たちもすんごい情報を集めてる、いっぱい集めてるのに、紙面に載るのって本当に一握りで、この情報もったいないから、こういったことをもっと共有できるようにしたいみたいなのがその当時思ってたことの一つですね。その情報をちゃんと流通させたいっていうのは。でもう一つはそもそもこの技術、僕らがやったことってどれだけこう本当に役に立ったんだろうかみたいなことがあって、まあ少なくとも現地にいた人たちはスマホもないし、まあそのインターネット自体つながんなかったりとか、まあ電池がないみたいな話で、まあ役に立たなかったよねみたいな話もあったりとか、あとはその復興期においてそのもうちょっと技術がどう使えるかみたいなことをなんか手伝いたいって思ったんですよ。だからやっぱ技術をちゃんとこう使いたい、使ってもらいたいみたいなことがあって、で実際こうたまたまこう知り合いの人たちで、その現地に行く機会があるっていうから、その震災の1ヶ月後ぐらいだったかな、まあ、いろんな地域に入っていったんですね。釜石とか、まあいろんなまだすごく悲惨な現場でしたけど、1ヶ月ってね、ほとんど変わってない。で現地ではほとんどやっぱこういうものは役に立たないという被災地の特にこう最前線のこう沿岸部みたいなところでは、まあ車の免許の方がよっぽど役に立つわけですよ、技術的なことよりも。でそもそも何かお困りごとないですかなんて話をしても、そんなこと思いつくわけがないんですよね。いやちょっともうそもそも言ってる意味が分かりませんみたいな感じになっちゃって、とはいえこれをやればいいですっていうほどのその現場のその知識もないわけです。でなんかこうわたわたしてでなんかいろいろできそうなことはあるんだけど、これはでも片手までは当然できないし、結構難しいねみたいな感じでちょっとへこんだんですけどね。でその後その遠野地区の、ボランティアセンターに行ったら、そこはね比較的大きなところで、みんなそこに一旦寝泊まりしてから各地のこう被災地に、沿岸部に行くみたいな場所だったんですよ。そしたらそこのそのセンター長の人がですね、IT でやりたいこといっぱいあるんですよって言ってくれて、で
実際あったんですね。受付の管理とかがなんかエクセルでやってて大変みたいなこととか、ホームページもっとちゃんとしたいとか、なんか写真洗浄してる人のしてるのを簡単に探せるようにしたいとか、まあいろいろこう思いつけることもあったし、で実際ハッカソンみたいなのもやってプロトタイプとか作ったりとか、なんか喜んでいただけたんですよ。でそれでなんかすごく救われた思いがして、なんかこういう現場とテクノロジーが分かる人の間をつなげられる人、それはすごく知識なくてもいいんだけど、やることいっぱいありますよって言ってくれる人ってすごい大事なんだなって思って、でやっぱこういう存在がすごく必要だし、なんかそういう間に立てるようなことができたらいいなっていうふうに思ったのが、まあそのいろいろその現地に行ったりする中で芽生えてたところで、まあそれでそれでもどうやってるか分かんないから、なんかそんなことしたいっていうモヤモヤっとした感じしか持ってなかったのが、コード・フォー・アメリカの、ファウンダーのジェニファー・パルカさんが、テッドトークを公開していて、それが2012年ですね。でそれを見た時にすごいひらめいたんですね。これ日本でやったら面白いかもと。なんかエンジニア行政に送り込むとか、プロトタイピングをするとかですね、地域にコミュニティ作るとか、すごいこう僕でも理解できる、なんかできそうなことをいっぱい語っていて、でだったら日本でやってみたいと思って、コードフォージャパンを始めたっていう流れですね。やっぱそこは震災っていうきっかけはすごく大きかったのかな。なんか私オープンデータって知ったのって、2010年にそれもカンファレンスでロンドンに行った時で、やっぱなんかオープンソースな人たちとオープンデータに関わってたりとか、そっちの活動を別にやってるオープンソースやりながらそっちもやってますみたいな人も多かったので、結構誘ってくれたんですよ。なんかこの後予定あんのって、オープンデータのこんなね、なんかちょっとコミュニティのあるんだけどって言って、何それってなって、で話を聞いたら、聞けば聞くほど日本では絶対無理なんじゃないみたいなその発想、自分がそのオープンソースにいるっていうのだけでもまだまだ日本では受け入れられなくて、でも発想的に合理的っていうのが私はすごいベースにあると思ってるんだけど、その合理的な発想がそもそも日本ではなんとなく受け入れられないというか、特に仕事では合理的にやるとお金取れないとかいろいろあったりとか、エンジニアのね世界ではあったりとかしてたから難しいのかななんて思ってるところにまたオープンデータみたいなのが来て、でもその時やっぱロンドンはいろいろ荒れてたりもしたので、自分たちで何とかしようっていう、そっか、そういうムーブメントって何か問題があった時にやっぱこうもうこんなんじゃダメだって立ち上がりやすいんだなって、日本だと何なんだろうってその時2010年本当思っていて、でもだからその当時なんですよ、パールのコミュニティの友達から、ちょっと自分が行けないんだけど、台湾から友達来るから、ちょっと京都案内してあげてって言われて、そんな英語もできないし、そんなあなたいないのに私だけで案内すんのみたいな、そんなんを言ってたら、それがガブゼロの立ち上げメンバーとかのCL カオとかその辺だオードリーったんですよ。さんとか、その時オードリーさんとかじゃなくて、でなんかそれで初めてまたそこでもオープンデータとかそういうシビックテックって話になって、なんかそういうのねやろうとしてる人たちは自分の周りにもいると。でもやっぱりエンジニアとか多いなみたいに言ってたら、夫婦で来てて、エンジニアさん、旦那さんはエンジニアさんで奥さんはジャーナリストで、なんか台湾だといろんな人たちが関わってるよ、シビックテックにって、日本はそんなんじゃないのって。でやっぱりエンジニアじゃなくてもできることたくさんあるし、逆にそういう人たちが動かしていくことだってあるのにって言われて、なんかこれからやっぱそういう風になっていくのかなって。だからそれまでずっとオープンソースな世界にいながら、なんとなく作ったデータをオープンデータにしますって、ちょっと待ってよみたいなでも動いていくのはきっとデータってものは絶対大事だしっていう、いろんなモヤモヤしてたところが、なんかこうそっちにいろいろ誘導されていく出来事があるというか、よくわからないけど、やっぱこれからそういう考え方でいないともうついていけなくなるなっていうのはすごい危機感としてはこうあったけど、やっぱなんかそこガラッと変えるまでのところってなかなか自分の中ではなくって、やっぱそういう震災とか、なんかその出来事っていうのはやっぱ関さんの中でもすごく大きかった感じですかね。いやもちろんだと思いますよ。震災がなければ僕は多分こういうことやってないんで、いわゆるこうスタートアップな人
スタートアップの人だったわけですよ。でどちらかというと海外志向で、海外で働けたら嬉しいみたいな感じだったんですね。今は結構そうか、そういう意味ではめっちゃドメスティックなっていうかそうだね、そうかで一生懸命英語も勉強したりとかしてたんですけど、今は別にね海外で働きたいなんて全然思ってないですからね。そうか、また違う形でグローバルなところと関わったりはできるよね。でもやっぱ当時だと向こうにいて例えば働くとか、そういうのもあったりしたんだね。なるほどね。そうでも今回のコロナもそうですけど、やっぱりその危機が起きると、そのシビックテックみたいなものはすごいこう活発に働くし、やっぱこう社会自体がやっぱその変わらなきゃみたいな方向には行きますよね。今回もねデジタル庁とかできますし、やっぱさ、なんか前に、コードフォージャパンサミットの朝生とかでも出てもらって、やっぱ国を変えていくときに国が変えるのか、それともやっぱこう地方から変えていくのかっていうテーマで時は話をしたんだけど、なんか今その時はそのテーマでそういう形に政府だったりとか地方自治体とか関わられている人たちが来てくれたので、そういうテーマにしたけど、やっぱなんかもっとその中間なんじゃないかなっていうのは自分は思っていて、そこをつなぐ人、例えば私もこうちょっと中立的な形でこう国の依頼で何か動いたり、自分の本業とはまた違うところで動いたりもするんだけど、やっぱりこの中間でやることってこうどうしても限りがあって、なんか中途半端に研修行ってますぐらいで、このあともっとなんかしてあげたいけどなかなかそこを、やってあげれない。で本業でじゃあそれやるかっていうと、どうせ予算的なことも合わなかったり、自分一人がそれやればいいのかボランティアでやればいいのかで違うとかなんかこういろいろ動けないところもあって、でもそういう時にコード4のなんかこう形があると、そこをちょうど中立に、例えばお仕事で受けちゃうとやっぱ 100% お仕事でこういうことしてくださいって求められるけど、コード4っていう活動の中で、じゃああなたもこれをちょっとやって私もこれをちょっとやるからっていうところが持ち寄れたりするとか、で持ち寄った後に形にしてもらうところでコードフォージャパンみたいなのがあって、やっぱ持ち寄ってもやっぱみんな持ち寄りだから、なかなかそれがこう実現できなかったりもするので、それをどっかの、前だったら SI さんとかだったりが引き上げていってたのかもしれないけど、なんかそれも違うもうちょっとそこにも中立な、なんか行政でもない、市民だけでもない、なんかこの間の人たちがなんかしてくれると、意外にそこがセルが回る形になるんじゃないかなって、なんか自分はそこの立場をなんとなく受けていたから、自分だけでどうしていいかよく分かんないなみたいなところもあったり、コードフォー京都とかでやってるけど、こう仕事なのどうなの、なんかここまでやるなら仕事でちゃんとやってあげたいけどどうしようできないなとか、なんかそういうもやっとしたところがなんかコードフォージャパンの中にこう巻き込まれていくというか、そういう動きにしていくのもあるんじゃないのかなとか、そうだったらコードフォージャパンと京都がなんか同じ位置にいるっていうのがまた違うのかなとかいろいろ出てくるんだけど、でもそういう形にやっぱコードフォージャパンってなんかこっちはこっちで使っていけるところもあるんじゃないかなとか、なんかね形が変わってきてる気がする。そうですね、それはすごい最近感じていて、もう本当に初期はもうまさにオープンソースコミュニティみたいな感じだったわけですよ。本当に草の根で、みんながやりたいことをやる、で、それがこう知恵がこう共有されていって、良くなっていくとかで、作ったものはもちろんオープンソースで公開して他の人たちが使うみたいな、でもやっぱりそれだけでは解決できないことっていうのはいっぱいあって、やっぱこう仕組みを変えるみたいなところになってくると、こうゴロッとある程度こうリソースをかけてですね、進めていかなきゃいけないことっていうのもすごくいっぱいあるんですよね。でそこの部分っていうのはやっぱりこう経済合理性だけでは成り立たない領域もいっぱいあって、そこはやっぱコードフォージャパンの存在っていうのは、少しずつこうそういう領域をサポートするみたいなことになってきてるのかなと思っていて、例えば最初の頃だったら多分昨年やったその東京都の新型コロナ感染症対策サイト、今でもやってますけど、ああいったことはできなかったはずなんですよ。あれってちゃんとお金いただいて仕事としてやっていて、でも普通のベンダーさんではなかなかできないようなことをやっているっていうことで、なんかそういったところは
存在として大きいのかなと思いますけどね。そうだよね。なんか、まあ SI さんみたいになっていくのか、まあ、そこにちょっとこうシビックテックに強い人がいるのかとか、なんか多分いろんなこう道としては模索されていくんだと思うけど、なんか普通の SI になるのは、まあ自分もそう思ってるけどやっぱ面白くないなとは思うし、そうじゃないなんか立場にはなりたいなっていうのはあって、だってもうそれならそれでもう規模があってあの人たちがこうやる役割はもうあるわけで、なんかそことは違うなっていうのはやっぱ目指してるところですかね。なんかどういうのがこうコードフォージャパンとしてこれから目指していきたいみたいな。普通の会社でできるようなことをやっても意味ないんで、まあ例えば東京都のサイトなんかも他にもう引き受けるところができるんだったら、あるんだったらどんどん渡していくみたいなことだと思っています。でやっぱ今力入れてるのはやっぱりこのさっきちょっと言った経済合理性だけじゃない部分、共助とかそういった部分に対してちゃんと回る仕組みを作るとか、あとやっぱやりたいことをやることが一番楽しいし、その社会に価値を生んでいるっていう状態がいいじゃないですか。別にこういわゆるこう GDP とかそういうのを指標にするんじゃなくて、地域の中でその自分がこれやりたい、これやってたらすごい楽しいみたいなことがそれぞれできる。でそれがちゃんと評価されて、でそれでまあその結果他の人も幸せになるみたいな、そのこう循環、その価値を生んでいく循環みたいなものが生まれていくのがやっぱすごい重要なんだと思っていて、そういった環境を作るためにはやっぱり自治体の在り方も変わらなきゃいけないし、そもそもそれはなんかこう手を動かす人を増やさなきゃいけないんで、そういった地域をまさにコードフォー京都とかもそういういろんな人たちと一緒になってそういうこう手を動かす社会みたいなものをうまくコミュニティとしてまた作っていく。でそのためのある程度リソースが必要な部分に関してはコードフォージャパンもいろいろサポートしながら進めていくっていう、そういう実験をどんどんやっていきたいなと思っていて、ちょうどコードフォージャパンではDIY 都市プロジェクトっていうのをやってるんですけど、それはまさにそうで DIY でもう便利なスマートシティとかそういうことじゃない便利とか効率性を追求する社会じゃなくて、どれだけ豊かな地域、豊かな文化があって、それを生み出すことに、市民がすごい手を動かしていってその対価を得ているかみたいな、そこが大事なので、KPI をまず豊かさの KPI を作りましょうと。あとはそれぞれ手を動かすことで評価されたりとか、そういう手を動かすための DIY ツールキットって言ってるんですけど、そういった武器をどんどん作っていこうっていうことを今やっていて、そういう意味で今後力を入れていく領域っていうのはDIY 都市プロジェクトというもののもうちょっと具体化をしたりとか、いろんな地域で一緒にやっていくってことが、これからやっていきたいところですね。私太田さんの時にもちょっと喋ったかもなんだけど、すっごい若い時になんかちょっとマーケティングな仕事の部門のことを、アシスタントみたいにやっていて、でその時に一緒に、勉強のために私も一緒にやりなさいって言われて、どういう街が理想的かっていうのをこう書かされたんですよね。図っていうか絵にして、で私の絵にはもう経済合理性しかなかった。もう生産性を上げるものしかこの街には存在してなくて、でそれを見て、もっと文化だとか教育っていうものは街を発展させていくのにすごい大事なものだから、そういう視点をもっともっと持っていかないとどっかで間違うよって言われて、でもうすごい嫌いな先輩だったんだけどもうそれを言われたのがなんかすごい勉強になったというか、いまだにずっと覚えてる一言で、なんか何かを考えるときに私の場合どうしても、なんか企画書とかに仕上げる時にでもなんかその KPI がとか言うと分かりやすいそういうところに行っちゃって、でもやりたい、もともと企画してやりたかったことってそこじゃないだけど、なんか資料に落とすとそういうことになって、あれなんか面白いのどっか消えたみたいなっていう時って大体そういうことが関わってくるので、すごい意識してる言葉ではあるんだけど、なんか DIY 都市にもその豊かさとかそういうところが入ってくるっていうのは、なんか今までただ関さんが書いてるやつだけとかを見ててもあんまり分かってなかった。そうなんかどっちかっていうと、関さんは日本でさオープンソースとか、なんか言ってると
ボランティアでやれとかさ、なんかこうお金もらえなくていいのかとかおかしな方に行ったりするじゃない。でも海外とかまた海外というよりアメリカとかだとこっちにお金持っててこっちにそのなんか奉仕の精神があってそのバランスちゃんとさなんか持ってちゃんとこういうこといいことしながらお金も稼いでますみたいな。なんかこういうのってすごい日本では珍しいと思ってて、で関さんってそういう感じがするいや僕はこんなことを言えてるのもやっぱ別の会社があってちゃんと生活ができてるからではあるのでもちろんちゃんと生活ができるっていうのはもちろん大事ですけどね。なんかそこがちゃんとこれにはこういうことが必要なんですよっていうのもなんか言えなきゃいけないし、で当然上に立つ立場ってそれ言っていかなきゃいけない立場でもあるので、なんかそれって自分もこういいことやってる時ってなんかそういうお金の話とかなんかせずになんとなく生きたい。でもほらこんないいことしてるんだから、ちゃんとこれぐらいのものはあなたもあげようって思ってますよねみたいななんか空気読んでますよねみたいな感じになっちゃってちゃんと言えなかったりするんですよね。でもそこってオープンソースだからとかそういうのではなくってライセンスのあるものを使ってるからそこにお金が高いですとかじゃなくて、なんか両立していかなきゃいけないし、なんかこう自立していくってやっぱ自立するためのそういうことって必要じゃないですか。だからなんかどうしてもそうなると今度は突き詰めたら経済合理性ばっかりになっちゃったりとか極端になっちゃうんだけど、なんかそこのバランスやっぱすごい大事ですよね。バランスなんですよね。やっぱ何でもこう01で捉えようとする人が多くて、よく言われるんですけどね、ボランティアとかやりがい搾取とかですね、なんかでもいわゆるこう仕事の報酬ってお金だけじゃないですかって当たり前の話で、当然このお金以外にもですね、成長だったりとか、普通にこうクリエイティブなことをする喜びだったりとか、いろんなそのモチベーションが絡み合って人って動いているので、で逆に言えばじゃあお金払えばいいんだろうって言われてもやらないでしょ。だからそこはちゃんとこうその仕事をお願いしたりとか、依頼する側も今は相手に対してどのようなモチベーションで動いてもらっているのかとか、そのやってもらったことに対する感謝として何を報いればいいのかみたいなところの、そこのこう豊かさみたいな、その考え方はすごい必要なのかなと思っていて、だからそのお金を払うとかその依頼する側がその人が経済合理性だけに縛られてると、じゃあいくら必要なんだみたいなことになってしまって、いやそういうことじゃないんですよと、目的がすごく楽しくて、みんながそれに参加してそのものを作りたいと思えばやっぱりこう手を動かす人は多いし、なんか東京都のサイト今いろんな人が関わってくれてますけど、お金払ってない人たちもいっぱいいますけれども、別に強制しているわけでもないし、ちゃんとその本当にこう心から感謝をしてですね、本当にこう日々コミュニケーションをしながらやっているので、なんかそれはそれでですね、それなりの手間はかかると、お金を払う以上のですね、いろんな手間もかけたりしているので、そういうことを理解する必要が、それで全部 OK でしょみたいなとかなる人いるもんね。ね、金払えばいいんだろうってそれはそれで違いますってなるでしょ。だそこはねやっぱ、心の豊かさみたいなのが必要なのかなと思いますけどね。今やっぱこうコードフォージャパンのあり方みたいなところも今で何年目ですか、立ち上げてから今2013年の10月に立ち上げてるから、7年とちょっとですね、もうまたちょっと第2フェーズというか、第2フェーズあったのかな、第3フェーズなのかな、なんかそういうふうにちょっと変わっていく時なのかなって、さっき私もなんか外から見てて、なんかコードフォージャパンだったらこういうふうに組んで、京都だったり自分の本業だったりなんかいろいろできるのかもしれないなと思うことがいろいろ自分の中でも見えていて、そういうことをしてるかわからないんだけど、こういうふうになんかしてくれたらうまくセルが回るかもみたいなことが自分も見えてたりするんだけど、やっぱ中にいる、代表の関さんからしてもやっぱなんかこんな風に変わっていくのかなっていうところあると思うんだけど、なんかどういう風にもっともっとこうしていきたいっていう、さっきの DIY 都市の話も、今やってることだと思うんだけど、もうちょい先なところでいくと、なんかどんなことあります？やっぱりなんか改めて各地域で活動している人たちと連携をして行くっていうのをやりたいと思っていて、さっき言った DIY 都市もそうですけど、やっぱ
僕はボトムアップな社会を目指しているので、今は割とねその国の試合補佐官とかですね、そっちの仕事が結構多かったりするんですけど、やっぱそれこそこう日本って1741の自治体があるってすごいことだと思っていて、それの多様性をどう生かしつつ、そのより良いこうエコシステムを作るかみたいなことが大事で、その中にはやっぱり絶対に地域のコミュニティっていうのは必要なんですよね。で従来はその地縁みたいな町内会とかその互助会みたいな感じのコミュニティでつなぎ止められてきた部分を都市化によってこうそれが都市化とこう人口の減少によってそういうふうにこうなくなってしまってますけど、やっぱそれを改めてこうつなぎ止められるのがこういうシビックテックのコミュニティだと思っていて、でやっぱ各地域の名前がついてるコミュニティがあるっていうのはすごい大事なことだと思うんですよ。でそことCode for Japanが本当にどういう関係を結んだら豊かになっていくのかみたいな、お互いこうウィンウィンって言い方違うな、なんかこう高め合っていけるのかみたいな、そういったことを目指していきたいので、だからそこはそのCode for Japanがそのなんか基盤だったりとか、コミュニティのこうそのつなぎみたいなところを担いつつ、各地域の人たちが本当にやりたいことがやれるっていう、そういう環境をとにかくこう向こう数年で作っていきたいなっていうのがありますね。京都とかはね特にあんまりこう外に発信する街じゃないので、インナーサークルなんだけど地域団体ってめちゃめちゃ多くって、だからこそこう自分たちがCode for京都ってやるときにこう違いを出さなきゃと思って、だからこうやっぱコードイコールソース、プログラミングだから IT でなんかこう変えていくんだとか、やっぱちゃんとコード書くって大事なんだみたいなことを最初は歌ってたんですよね。でもどんどん違うなと思ってて、なんかそういう IT のところから手伝えることがありますよって言って自治体とかと話したり、自分もいろいろこう仕事でもらってるところも絡めてやってたんだけど、なんかそこだけじゃやっぱりなくって、でも他の地域活動をしてる人たちともやっぱり違っていて、なんか IT ベースではあるんだけど、なんかねこう IT でやるっていうとこう Facebook のページ作ってくださいとかなんかそんなの来たりとか、そんなんじゃないんだけどみたいなのそういう小手先のことやりたいんじゃないんだよってあって、なんかそうなっちゃうから IT っていうのどうなのかなっていう時代もあったけど、今はもっと違う視点でなんかそこじゃないなとも思っていて、でみんなが結構それやることの価値を考えようとしてるっていうのは、オープンデータの国の推進っていろいろ問題点もあったりとかするかと思うんだけど、やっぱこうそれを利活用しましょうって言ってることで、私はなんか使うっていうか出す前に利活用って言われてもみたいなところは正直あるんだけど、でもやっぱり利活用をすごく謳ったことでどうやったら価値を出せるんだろう、なんかあれシビックテックの活動をしている人たちでやるとなんかあるのかもしれないみたいな人は最近めちゃめちゃ増えていて、その質問とか問い合わせめっちゃ多いんですよ。どうやってシビックテックの人を紹介してもらえるんですかみたいなのも多くって、これってすごくいい流れだなとも思ってて、なんか私たちのようなこう、地域でやってるようなところもやっぱ変わっていくっていうのもすごくこう転機に来てるんだろうなって、きっとどこのコードフォーなり地域活動してる人たち、こういう形でやってる人たちもやっぱ感じてるところなんじゃないかなっていうのはすごい思いますね。そうですね。最近結構その各地域の、盛り上がってるブリゲードっていうんですけど、各地域のコード4を見てると結構そのテクノロジーサイドじゃない人が、活躍しているのが結構増えてきているなと思っていて、やっぱそのいわゆるこうその技術使える人は技術使いたくなっちゃうんですよね。で最初からそれやるとやっぱうまくいかないっていうのは僕の過去の活動でもすごい分かっていて、やっぱこうそのいわゆるこうドリルを持つとドリル使いたくなるんですよね。いやでもそこ難しい、なんか技術ドリブンでもダメだし課題ドリブンでもダメだから、そこって両方なんだけど、なんかビジネスのサービスを考えるときやっぱ課題ドリブンじゃないですか、課題ありきだけど、でもそっちに行っちゃうと本当にそれやりたかったことなのになるし、じゃあ技術ドリブンに行ってもやっぱりそれじゃ課題解決してんのとかなるし、
ここ難しいですよね。まあ、手を動かすことはすごい大事なので、まあ、プロトタイプ作る過程でいろんなことが見えてくるんですけど、やっぱそれはある程度バッサリ捨てるとかいう勇気も必要だし、でやっぱ課題ばっかりこうずっとこうね会議ばっかりしてても全然進まないんで、まあ答えとしては両輪必要なんですけど、まあ技術側はもうコモディティ化していくから本当ローコーディングツール使ってサクッとこういうことみたいなのをやればよくて、だその次のフェーズで技術者は活躍できるんで、最初のこう何をすべきかっていうところは技術者はもうちょっと黙ってるぐらいの方がいいんじゃないかなって気もしますけどね。なるほどね。さっきちらっと出たけど、今国のね政府支配補佐官とかもこうされていて、なんかこうボトムアップでいろいろこう地域の活動っていうところをサポートされてる中で、今度は国のそういうお仕事もされていて、そこはなんかこう関さんの中でなんか違いとかあるの？それとももうなんかそこはもう一つずつもう自分の中でも続いてる内容なの？もうそれは続いてますね。僕は割と初期の頃からこう複数の職種を使い分けるっていう戦略を取ってるんですけど、それ意味があって、やっぱいろんな名刺を持ってるといろんな帽子を持ってるとすごい便利なんですよ。やっぱ国の人でしか、国の CIO 補佐官という立場でしか得られない情報っていうのもあるし、中に入るからこそ見えてくる構造的な課題っていうのも分かるので、それが分かるとより提案もしやすくなるし、一緒に仕事がしやすくなるわけですよね。だからそういう意味で僕は本当に国の試合補佐官もやってるし、まあ、小さなところだと人口1400人の西粟倉村っていうところの試合もやっているんですけど、やっぱそれはこうとにかく視野を広げていろんなレイヤーから物事を見れる人になりたいっていうことでやっていて、そういう意味では地続きなんですよね。技術者、時には技術者としての意見も言うし、時には本当にこう官僚の気持ちもある程度組んでですねいやこういうまあ例えば批判とかも、いやそれは正しい批判なんだけど、そういう言い方しても多分逆効果って変わらないよことが分かるわけじゃないですか。そういうためにやっぱりいろんな立場になっているので、そういう意味では地続きで。じゃあこう関さんとしてなんかこれからやっていきたいとか、なんかそういうことを最後に教えてもらえますか？僕はね、コードフォージャパンを早くやめたいんですよね。あ、そうなんだ。関代表をやめるっていうのがもう一回、やっぱ時があるのか。そう。あ、じゃあ流しとくわそれ。関代表やめるってよ。出どころここみたいな。まだやめない。そうそう。まだね、来月やめるということはないんですけど、みんなここでやめる宣言していくみたいな。変な風に伝わったらちょっと。そうだね。まだ何年もやってないと思うけど、ただやっぱりすごい世代交代のことを考えていて、もう僕もいい年なんで、やっぱりこういうシビックテックみたいなものは特にですね、次の世代に早く渡すべきだと思っているんですよ。で、いわゆるこうイノベーションというのはこう世代交代によって成り立つみたいなことがあるんですけど、やっぱり今去年から本当に若い人たちがいっぱいコードフォージャパンに入ってきていて、そうだよね、すごい増えた。やっぱりすごい優秀だし、もうすごいこう自然とシビックテックの考え方みたいなのが身についているんですよね。でそういった世代がやっぱりこう主役になるべきだし、その世代がじゃあこう何かやりたいって言った時に、その時にちゃんと環境が整っている状態にしたいんですよ。そしたら僕はやめられるなと思っていて、それはもうなるべく早くそういうのを実現して、僕はなんか違うことをやりたいなと思ってますね。なんかこれからって感じはするんだけど、いつもねジオメディアのでもそうだけどこれからって気はするけど、その時でも違うこと結構見てるよね。僕はあんまね、その組織を大きくしていくことが向いてない性格なんですよね。最初のねこう01なところってねやっぱすごいけどねでも今の確かに若い子見てると、シビックテックって何ぞやとか言わなくてもなんかしようっていうのが普通にあるなっていうのは本当それは感じますね。わかりました。ちょっとじゃあ関代表辞めるってよの時はこっそり教えてください。私がみんなに流すんでありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。